今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルでは夜寝る前に日本語を勉強している皆さんと一緒に日本語と日本文化を一緒に楽しく学んでいきます。さて皆さん、今日はどんな一日でしたか？仕事だった人もいるかもしれません。学校だった人もいるかもしれません。仕事を頑張った人もいるでしょう。あるいは日本語を一生懸命勉強したという人もいるかもしれません。実は私も今日は少し疲れています。というのも7月の中旬になって日本はすごく暑いです。今日はツアーガイドのお仕事で4時間外で歩き回ったりしていたので少し疲れたような気がします。なので今日は難しい文法の勉強はお休みにしましょう。今日は日本人が疲れた時に自分自身だったり大切な人にかける言葉について一緒にゆっくり話したいと思います。もしかしたらこの中に皆さんの心を少し軽くしてくれる言葉があるかもしれません。それでは始めましょう。最初に紹介したい言葉は今日も一日お疲れ様です。皆さんはこの言葉を知っていますか？日本では本当によく使われる言葉です。仕事が終わった時、学校が終わった時、友達と別れる時、会社のチャットでも使います。でもこの言葉は誰かに言うだけの言葉ではありません。私は自分自身にも言うことがあります。今日は思うように仕事が進まなかった日、失敗してしまった日、何もできなかったように感じる日、そんな日でも今日も一日お疲れ様、そう言って一日を終えることがあります。結果ではなく、今日という一日を過ごした自分をねぎらう言葉、私はそんな風に感じています。次の言葉は無理しないでねです。日本では頑張ってという言葉をよく使います。でも相手がすでに十分頑張っている時には無理しないでねということもとても多いです。この言葉にはあなたはもう十分頑張っていますという気持ちが込められています。私はこの言葉がとても好きです。私たちは時々もっと頑張らなければ、もっと勉強しなければ、もっと働かなければ、そんな風に思ってしまいます。でも本当に疲れている日は無理しないでね。この一言の方が心に響くことがあります。そして3つ目、今日はここまで。皆さんは今日はここまでと言える日がありますか？私は昔はこの言葉を言うのが苦手でした。まだできる。あと少し。もう少しだけ。そう思って夜遅くまで作業してしまうこともありました。でもある日気づきました。疲れている時に頑張っても思ったほどいい結果にならないこともあるんです。だから最近は今日はここまで。そう言ってパソコンを閉じる日もあります。
これは諦めるという意味ではありません。続きはまた明日。そう考えるだけで心が少し軽くなります。日本語を勉強していると全然覚えられない。他の人の方が上手だ。そんな風に思う日もあるかもしれません。でも、焦る気持ちはとても自然なことです。私も新しいことを始めるときには焦ることがあります。けれど、焦れば焦るほど周りが見えにくくなることがあります。そんな時は深呼吸をして焦らなくていいと自分に言ってあげます。人生は競争ではありません。日本語も競争ではありません。自分のペースで進めばいい。私はそう思っています。次はとても日本らしい言葉です。なんとかなる。皆さんは聞いたことがありますか？この言葉はきっと大丈夫という意味に少し似ています。もちろん何もしなくても大丈夫という意味ではありません。自分にできることをしたら、あとは心配しすぎない。そんな気持ちです。私も撮影の日に天気が悪くなることがあります。思い通りにいかないこともあります。そんな時、まあ、なんとかなると思うようにしています。不思議ですが、そう思うと少しだけ肩の力が抜ける気がします。そして今日最後に紹介したい言葉は一歩ずつです。私は日本語の勉強も写真も YouTube も全部一歩ずつだと思っています。一日で大きく成長することはあまりありません。でも昨日より一つ単語を覚えた。昨日より少しだけ話せるようになった。それだけでも十分です。日本には千里の道も一歩からということわざがあります。どんなに長い道でも最初は小さな一歩から始まります。だから今日は小さな一歩だけでもいい。その一歩はきっと未来につながっています。ということで今日は日本人が疲れた時によく使う言葉を紹介しました。今日も一日お疲れ様。無理しないでね。今日はここまで。焦らなくてもいい。なんとかなる。一歩ずつ。どの言葉も特別に難しい日本語ではありません。でも私はこういう短い言葉にはその国の文化や人を思いやる気持ちが現れているように感じます。もし今日少し疲れているなら、どうか自分にも優しい言葉をかけてあげてください。そして明日また元気になったら一歩ずつ前に進めば大丈夫です。今日も一日お疲れ様でした。それではゆっくり休んでください。おやすみなさい。